そのエリアはチョルニプルロと呼ばれているわ。ロシア語で黒の水辺というような意味よ。エリア全体に広がる深い沼からそう名付けられたらしいわ。そこにいるワニはとても凶暴よ。パトロールに出た兵士が何人も犠牲になっているらしいわ。今では誰もその沼に近づこうとしない。犠牲になった兵士の多くは水中で後ろから襲われたって話よ。あなたも気をつけて。山猫部隊を完全に撃退したようだな。ああ。ではソコロフの救出へ向かってくれ。エヴァが言うにはまず北にあるクレバスから。信用していいのか？なんだって？エヴァは KGB の人間だろう。彼女の情報を信じていいのか？彼女が罠を仕掛けていないという保証は。スネーク、エスピオナージに保証などありゃしない。あるのは計算だけだ。今の時点で KGB が我々を裏切るメリットはない。だから信用できると？裏切る可能性は少ないだろうということだ。もちろん彼女の言ったルートはこちらの情報と照らし合わせて確認した。なかなかよくできた侵入経路だ。敵の警戒網の裏をうまくついている。問題はないだろう。エヴァが示したルートに従って作戦を進めてくれ。わかった。まずはクレバスから洞窟へ入るんだ。クレバスは北にあるという話だろう。北へ向かってくれ。スネーク、あんた廃工場で45のグリップを削っていたよな。ああ。そんなカスタマイズは聞いたことがない。なぜグリップを？ナイフをフィットさせるためだ。ナイフ？ナイフを持ったまま銃を構えるってのか？そうだ。なぜそんなこと？近接戦闘ではハンドガンよりナイフが有利な場合もある。その切り替えを瞬時に行うために銃とナイフを同時に構えるんだ。なるほど。それが例の CQC だ。洞窟へ入るクレバスはまだ北よ。北へ進んで。スネーク、エヴァは自分のモーゼルを17型拳銃って言ったんだって？ああ。どういうものなんだ？1920年代に中国山西省の兵器廠で製造されたものだ。45口径弾を用いるために弾倉部はオリジナルより下に突き出ているし、重心と機関部も若干太くなっている。何よりあんたが見たように漢字の刻印がフレーム両側についているのが特徴だな。あとエヴァがやっていたという銃を水平に構える撃ち方は中国独自のものだ。その構え方でフルオート射撃をすれば、あんたの言った通り銃の跳ね上がりに任せて水平方向への掃射を行うこともできる。室内や近距離での掃討戦では効果を発揮したらしいぜ。日本軍には馬賊撃ちとか言われて恐れられたそうだ。しかし彼女、どこでそんな撃ち方を覚えたんだろうな。まずはクレバスから洞窟へ入るんだ。クレバスは北にあるという話だろう。北へ向かってくれ。毒蛇や毒蜘蛛のような毒を持った生き物に噛まれたり、毒を塗った矢を受けたら体に毒が回るわよ。時間とともにライフが減っていくからすぐに治療するようにして。毒を治療するにはサバイバルビュアーのキュアで血清を注射すればいいわ。血清は敵から手に入れることができるわよ。敵をホールドアップしたり、倒した敵の体をゆすったりしてみて。その地域に住んでいるウサギをキャプチャーしても血清を手に入れることができると思うわ。エヴァの乗っていた軍用バイクだが、あれはドイツのバイクのコピー品だな。コピー品？ああ。第二次大戦後、ソ連はドイツのバイク工場の製造ラインを工作機械から何から全部接収したんだ。それを国へ持って行ってコピー製造したのか？そういうことだ。それとあのバイクは本来サイドカーとして側車をつけて使用するタイプだ。100キロを超える側車を引っ張って走り回るだけのパワーがあるってことさ。だからあんな無茶な曲芸もできるのか。ああ、もちろんそのパワーを制御する腕があってのことだがな。あのエヴァって女、まったく大したもんだよ。ボルシャヤパストにたどり着いたわね。ボルシャヤパストは大いなる口室というような意味らしいわ。北部にあるクレバスからそう名付けられたんでしょうね。ボルシャヤパストの南部は鉄条網の張り巡らされた要衝地帯。その北が通信施設を兼ねた物資運搬用の中継基地になっているわ。洞窟へつながるクレバスはその基地の北よ。北へ向かって。セーブね、ちょっと待ってて。スネーク、渚にてって知ってる？いや、知らないな。これは第三次世界大戦直後の人々を描いた作品なの。
核攻撃によって北半球は全滅。南半球に残されたわずかな人々も死の灰に汚染されるのは時間の問題になっている。南半球に逃れたアメリカ原子力潜水艦は最後の望みをかけて北極圏の汚染調査に出向くんだけど、この映画が作られたのは59年だけど、世界大戦が起きると設定されているのは64年。つまり今年なの。素敵な警告だな。それが映画で終わることを祈ろう。あんたが装備してるのは海軍で研究中のサプレッサー付き拳銃マーク22の試作モデルを改造した麻酔銃だよ。マーク22はシールでサイドアームとして使用されている M39 へ様々な改造を加えた特殊作戦用拳銃だ。M39 からの主な改造点は、まずサプレッサーが装着できるように重心が延長されているところだな。スライドロック機構も採用されている。消音効果は高くなったが、一発撃つごとに手動で薬室へ弾丸を装填する必要があるぞ。フロントサイトとリアサイトはサプレッサーを装着した状態でも照準できるように背の高いアジャスタブルサイトが取り付けてある。マガジンセーフティーもなくなってるようだが。ああ、あんたみたいな銃の扱いに慣れた連中には不評だったからな。シェアリリースレバーも取り外してある。だからセーフティーをオンにしてもハンマーが落ちることはないぜ。コック&ロックができるということか。それだけじゃない。セーフティーをオンしてもデコッキングによるメカノイズがしないという利点もある。まさに潜入任務にふさわしい拳銃だろ。スネーク、敵に接近するときは気をつけて。あなたとの距離が近ければ敵の狙いは正確になるし、武器の威力も強くなる。つまり重傷を負わされる危険性も高くなるの。無防備な突撃はやめた方がいいわ。もし重傷を負ったらすぐにサバイバルビュアーで治療するのよ。スネーク、その辺りにはクレイモアが仕掛けられているみたいだな。クレイモアはアメリカ製の新型対人地雷だ。盗み出したか東南アジアの戦場で露獲したものを使用しているんだろう。しかも奴らノーマルのクレイモアを改造して特殊なセンサーを組み込んでいるようだな。近づいただけでドカンといくぞ。食らえば大怪我するだろう。注意してくれ。匍匐で進めばクレイモアは回収できるはずだ。地雷原を見つけたら匍匐で進んでくれ。ワニの形をした帽子だって？ああ、どうだ？なかなかいいアイデアだ。動物への偽装は諜報の世界では古くから行われてきた。嘘か本当かは知らないが、第二次大戦中に OSS が牛の着ぐるみを使ったとかいう話も聞いたことがある。なんでも放牧されている牛の群れに潜り込んで通過する敵の軍隊を偵察したそうだ。ワニの被り物なんて今時笑いも取れやしない。いわば単なる間抜けアイテムだ。だがそんなものでも使い方次第では有効なスパイ活動の武器になる。それを分かってるとは、やっぱりあんた大したもんだよ。どうかしたのか？いや。足元に気をつけろ。火力支援の周波数を知っているやつがいる。南の沼の小島におかしなワニが。警戒解除の周波数を知っているやつがいる。鉄条網の電源を撃てば答えろ。警戒解除要請 143.03 火力支援要請 140.73。 中継基地にたどり着いたようだな。気をつけろ。そこは敵の拠点だ。当然警戒も厳しい。だがここを突破しなければクレバスへはたどり着けない。その通りだ。洞窟につながるクレバスはそのエリアの北だ。なんとか敵の警戒網を突破して北へ向かってくれ。洞窟へつながるクレバスはその基地の北よ。北へ進んで。スネーク、その辺にはラットがいるみたいよ。ラットは要するにネズミ。野生のドブネズミを人が愛玩用や実験用に飼いならしたものよ。毒も持ってないし攻撃されることもないと思うわ。ただ小さくて動きも素早いからキャプチャーするには苦労するかもしれないわね。なるほど。で味は？スネーク、なんだ？ネズミよ。分かってる。ネズミだろ？うまいのか？
資料によるとそこそこ美味しいらしいけど。そうか。